近所の人というか、ちょっと素性は明かせられないんですけど、興味深い話を聞いたので記録しておきます。今その人はこの辺に住んでるわけではなくて、ただ先祖代々近くの村に住んでて、おじいさんの話ということです。そのおじいさんが子供の頃っていうことで、明治40年頃だと思うんですけど、今から115年ぐらい前ですね。その当時日本って日清戦争をしてて、戦争孤児って呼ばれる人たちがたくさんいたんですって。そういう人たちって貧民街って呼ばれるね、貧民窟とか、そういうホームレスが住むスラム街っていうんですかね、分かりやすく言うと。そんなのが日本にもちらほらあって、千葉県だと船橋市とかね、市原市内だとあったかは分からないんですけど、とにかくそんなところから流れてきた一人の子供が、この辺の地域、まだ当時は山でしたけどね、住み着いたっていうことがあったんですって。で、ある日の夜に外からね、叫び声がずっと聞こえてたんですって。おーいって、うわーって言ってたと。助けてって。その当時ってまだ街灯がね、こんなたくさんついてるような時代じゃないので、しかもまだ森なんですよね、山というか。だから夜に入ることができなかったらしいんですよ。で、翌朝になって大人たちがね、みんなこう確認しに行ったところ、ここって田んぼとか畑があるんで、その当時貯水池があったらしいんですよね。池がね、水を引くための。その中にその貧民街から流れてきた子が、なぜなのかはわからないけど落ちて死んじゃってたんですって。で、本来であれば警察とかにね、届け出を出すこともあったんでしょうけど、所詮ホームレスの子だし、関わりをあまり持ちたくなかったから、それこそきっと山久さんのね、家の近くの話だと思うんですけど、この辺ってお墓がたくさんあったんです。無縁仏とか山ほどあってって、その脇に村人数人で穴掘ってその子供を埋めたんですって。埋葬してあげたと。でもその頃ぐらいから、その死んだ子供の声だと思うんだけど、外から叫び声が聞こえることが何回もあったぞ。ありゃきっとあそこで死んだ子供の幽霊の声なんだよなっておじいさんがね、ちっちゃい頃に聞かせてくれたんです。最近 YouTube で山久さんの動画を見つけて、うちのおじいちゃんが喋ってた話のまんまの動画だから、これは何とかして伝えようっていうことで、わざわざうちまで喋りに来てくれた人がいたんですよ。70年代に入るとこの辺って見ての通り住宅地に変貌していくんですけど、この近隣にお寺って何箇所もあったらしいんですよ、大昔から。だけど平忠経の乱とか戦国時代の戦とかでね、お寺が廃寺になったりとかして、持ち主がよくわかんないお墓とかたくさん出てたんですって。でそれが無縁仏とかになって、墓石なんかももうなくなってるぐらいな、土掘ったら骨出てきたとか、そういうのがたくさんあったらしいんですよ。そういうのをまとめて、ここのお寺で合葬墓としてね、無縁仏を祀ってるんですよっていうのも教えてもらったんで、見に行ってきました。でもこれは市原市だったら別に珍しい話ではないんです。市役所がある国分時代とかもそうだし、あそこも古墳だらけですよね。でやっぱり出てくるのが幽霊話なんですよね。国分時代の幽霊の話を結構聞いたことがあります。市役所に幽霊が出る話があったんで、そういうのも今後ね紹介していけたらなと思ってるんですけどね。